皆様こんにちは。今日はお酒のお話で、何を喋ろうかというところなんですが、柿渋と酒袋についてお話をしようというふうに思います。今では柿渋を使わずに酒袋を木綿のまま、もしくはナイロンのままで使うことが多いんですけれども、基本的に昔は木綿を使っていまして、木綿も何回も繰り返し使うもんですから、丈夫にしなければいけない。それから腐敗効果をですね、止めるための防腐の作用、そういったものもありまして、柿渋を使って酒袋を染め上げていたんですね。で、冬場はその酒袋をお酒作りに使うわけですけれども、使い終わった後きれいに洗って置いときまして、夏場になりましたら柿渋を使ってその酒袋を染める。で、それをまた冬に使って、使い終わったらきれいに洗って、次の夏にまた柿渋で染めるということを繰り返し行って、できるだけ長い間、その酒袋を使えるようにしていたわけなんです。ですので、酒袋を使って作られた民芸品ですとか、ポーチとか、バッグとか、いろいろなものが売られていますけれども、それらの元になる酒袋というのは、繰り返し使われて、お酒の香りをたっぷりとまとわせながら、柿渋でそれをまた再利用できるようにですね、長く使えるように使い続けてきた歴史のあるものであるということなんですね。それがゆえに、柿渋で染めた酒袋、もう本当に使っていたものというのは、すごく味わいがありますよね。常に使ってきたものだからこそが醸し出せる、そういった雰囲気を皆様がめでて、これはいいねということで、そういった備品とか小物類をお買い求めになって、日常的にお使いになっていらっしゃるんだろうと思いますが、そもそもは酒袋として長らく使われてきたということなんですね。で、私の先輩の人に聞きますと、酒造りをしている間の作業で最も大変なのがお酒を絞る工程であり、その酒袋を管理することだったそうなんですね。というのは、冬の間お酒を絞りますよね。で、絞った後、その酒袋から中に入っている酒粕を出さなければいけません。非常に大変な作業。一個一個出していって、その出していった後、きれいに裏返して洗って、で、また元に戻してまた洗って、で、そういった作業っていうのは冬の間ですから非常に冷たい水を使って洗わなければいけないわけです。で、最後にはまた熱いお湯なんかを使ったんでしょうけれども、そういった冷たい水を使ってお酒の袋、酒袋を洗わなければいけないので、酒袋を冬の間触ると本当に大変なわけですよね。その前に酒袋にお酒のもろみを入れるというのも大変な作業で、それを織り込んで並べていく作業というのも重労働だったわけです。冬の間もそんなに大変な仕事もしているのにかかわらず、夏の間は夏の間で表の暑い炎天下の中で柿渋のちょっと匂いの何とも言えないあの匂いを嗅ぎながら、暑い中で柿渋を染める。その作業でもまた大変。冬は冬で冷たくて大変。労力もたくさんいる。夏は夏でものすごく匂いを嗅ぎながら、そういった作業をしなければいけない。ということで、柿渋を使った酒袋にいい思い出は全くないというふうに、その酒造りを経験した先輩はおっしゃっていました。でも、今は柿渋の中でも無臭の匂いのしない柿渋も開発されているようなので、そういったものを使って木とか布を染め上げていきますと、その表面は防腐効果がありますし、それから丈夫になりますよね。で、タンニンというその渋みを含んでいるので、柿渋と呼ばれるわけですが、この柿渋の効果っていうものを期待するのはそういったものに塗るだけではなくて、実は日本酒の成長作業にも使われているんですね。物をきれいにする。タンニンというのは、いろんな物質と吸着して、いろんなものをひっつけた状態で沈殿させていくという効果がありますので、渋みっていうのは、お酒の色合い、照りとかを良くするための成長効果を求めることもできる物質ですので、これ日本酒に使われているそうなんです。で、日本酒だけではなくて、実は渋みというのは、ワインにも使われていまして、赤ワインなどもその渋みの力を使って、きれいにクリアな透明感のある色合いにする、見た目にするという、そういう効果もあるようです。でもフランスワインとかイタリアワインとか欧米のワインに柿渋を使っているということは聞いたことないんですけれども、柿渋は日本にふさわしいものなのかもわかりませんですね。